今日はシンプルでダークな EDM、テクノ音楽のスタイルを解説するよ。日本では EDM 風のポップス全般をテクノポップと呼ぶ風習があるけど、本来のテクノはポップではないし、主流の派手な EDM とも異なる曲調だよ。テクノはハウスから派生して後にハードコアに進化したジャンル。ハウスよりは激しくアップテンポで、ハードコアよりは静かでスローテンポ。テクノは両方の中間くらいの曲調だと想像すると分かりやすいかな。アシッドテクノはうねるような独特のシンセの音が特徴のテクノ。この独特の音を使うジャンルとして前にアシッドトランスを紹介したけど、アシッドテクノは派手な展開もなくメロディーも弱めなのが特徴と言えるね。テクノ系のスタイルは全体的にメロディアスな要素が非常に弱いよ。だからスノでは他のスタイルや楽器音を邪魔しない傾向が強いよ。ハードテクノはアップテンポで激しさを強めたテクノの派生ジャンル。同様に激しさを強めたテクノである。ハードコアテクノと混同されやすい。曲調も似てるし名前も似てるし、誕生した時期まで同じでややこしいね。でもスノにおいてハードテクノとハードコアテクノはかなり差があるんだ。スノのハードコアという単語はハードコアパンクの影響も受けている。だからハードコアテクノ系の曲はロック系の激しさも加わってしまいやすい。逆にハードという単語はハードハウスやハードトランスのような激しさの弱い曲の影響を受けている。その影響でハードテクノも激しくならない。つまりハードコアテクノスタイルはスノでは本来より激しくなりやすく、逆にハードテクノスタイルは本来よりも静かな曲になりやすい。したがってこの2種類のスタイルはスノでは全然違う効果になるよ。インダストリアルテクノは激しいドラムと歪んだ音やノイズを使うテクノ。メロディー要素の弱いテクノ系の中でもインダストリアルテクノは特にその要素が弱い。ドラムとベース以外の楽器が全くない曲になることもあるよ。それじゃどんな曲が生成されるか実際に聞いてみようか。包むエネルギーシ僕を包むエネルギーシテクニック君の動きはマジックその瞳にエレクトリックテクニック君の動きはマジックその瞳にエレ君の動きはマジックその瞳にエレクトリック僕を包むエネルギーシック。
テクノミュージックのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。特にスノのテクノ系スタイルは楽器や音の弱さが大きな特徴だね。ドラムとベースは非常に強いんだけど、それ以外のメロディーは主張しないから、他のスタイルと混ぜてもその曲の楽器やメロディーを上書きしない傾向が強い。一方でドラムとベースの力は強く、曲調を大きく変える効果はある。だから楽器やメロディーを残しつつ曲調を EDM 風に変えるときに面白く使えそう。動画の前半に紹介したテクノはテクノの中では激しい傾向の強い曲。テクノには非常に静かな曲もあるよ。後半はそっちのテクノを解説するね。ミニマルテクノは極端にシンプルな展開が特徴の落ち着いたテクノ。延々と同じようなリズムが続いて特に盛り上がることもなく終わるよ。否定的に聞こえたかもしれないけど、その淡々とした展開が魅力の音楽。こういうのが好きな人もいるんだ。ちなみに私も大好きだよ。ダブテクノはダブのような強いエフェクトをかけるテクノ。強いエフェクトでメロディーが弱いのでアンビエント系っぽい雰囲気ではある。でもアンビエント系よりもドラムが強くスローテンポにもならないよ。インテリジェントテクノは複雑なリズムと弱い音が特徴のテクノ。テクノのシンプルな構造とは異なり、リズムは複雑でドラムの手数も多い。でもドラムの音はあまり強くなくて激しさはあまり感じない曲調だね。こんな風にインテリジェントテクノはいろいろな要素が普通のテクノと反対だから、現在はテクノではなく IDM と呼ぶのが一般的なジャンルだよ。でもスノの IDM は効果が不安定。EDM の効果が混ざってる気がする。私はインテリジェントテクノの方が好きな効果なのでこちらを紹介するよ。それじゃどんな曲が生成されるか実際に聞いてみようか。風が運ぶ甘い香り、夢と現実の狭間に降り、触れた瞬間崩れるキス。でも君だけは真実の声。テクニック静かなテクノミュージックのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。静かだけど他のスタイルと混ぜるとかなり強く曲を変化させる。一方で曲調を完全に上書きはせずに元の曲の要素も結構残ったりする。それがテクノ系スタイルの特徴であり大きな魅力になっていると思うよ。テクノミュージックは聞いた通り一般的なポップスとは正反対の曲だけど
テクノ系スタイルはポップスを含めたいろいろな曲に使っても面白いと思うよ。それじゃまたね。